ちらですね。使うのは鶏胸肉です。こうすると食べ応えが出ます。これはすっごく美味しい、簡単ですし、これはもう最高じゃないですか。さあ、今回もババッとババご飯をご視聴いただきありがとうございます。今回ははい、こちらを作りたいと思います。鶏チリを作りたいと思います。すごく簡単にできるので早速作っていきましょう。ババッとババご飯。鶏チリ、材料はこちら。鶏胸肉 400g、 塩少々、片栗粉大さじ2、サラダ油大さじ1、チリソース、材料はこちら。ケチャップ大さじ1、ニンニク1片、輪切り唐辛子小さじ1、砂糖小さじ2、塩少々、水大さじ4。じゃあ早速鶏肉を切っていきますが、ちょっとコメントでですね、まな板がこう滑っているので濡れ布巾を置いた方がいいというコメントをいただきましてありがとうございます。というわけで濡れ布巾をそのまま使ってもいいんですが、ちょっとこういうものも発見したので、このねシリコンのまな板が滑らない用のシート、こちらをちょっと購入しましたので、こちらを使って滑らないようにして、まな板が滑らないようにして切りたいと思います。もう全然滑らない。じゃあこちらをちょっと使って鶏胸肉を切っていきましょう。こちらですね。使うのは鶏胸肉です。で、前も説明しましたけども、鶏胸肉はここを境にですね、こういう風に筋が出てますんで、これを今回はちょっと皮を剥きまして、皮は使いませんが、まずこの繊維をですね切って、今回はこう繊維を残して、こういうふうに棒状に、こうすると結構繊維が残って食べ応えが出ます。これはなので、繊維が残ったバージョンと、柔らかいバージョン2種類作っていきたいと思います。食べ盛りのお子さんとかはね、なんか硬い、もうほんとね、犬にあげるような、ワンちゃんにあげるような、ずっとしがめるやつの方がなんか贅沢感というか、なんかしばらく味わえるやんみたいな感じで食べてましたね。でこれはもうこういう風にこう繊維が走ってるので、一旦こう切ってもらって、でこの繊維を切る感じですね。これだけで全然食感変わりますんで、形はだいたい同じですけど食感が違う。でも選びたい人がいる場合はもうサイズ変えちゃってもいいですね。なるほど。これはまた繊維残してるバージョンですね。今は今回はちょっと固めな食べ応えあるバージョンで作りたいと思います。前はしっとりでしたもんね、鶏マヨは。そうです。でもこれもまあそんなに火を入れすぎないのでしっとりには仕上がります。しっとりとしてるけど食感があるみたいな感じですね。じゃあこちらに味付けをしていきます。塩ちょっと下味にお塩をして、で片栗粉を振っていきます。この片栗粉はしっとりと仕上げますし、ソースにとろみが出ますんで、鶏チリのソースにでこんな感じでまぶしていきます。全体的にコーティングされればいいですね。まな板の上でやっちゃうのいいですね。そうですね。また洗い物が増えないので、こんな感じにコーティングしてください。では合わせ調味料を作っていきます。にんにくすりおろします。チューブでも大丈夫です。でお水でにんにくをじゃあにんにくすりおろしにお水とケチャップでお砂糖ですね。甘めがいい人はたっぷり入れてもいいと思いますが、小さじ2ぐらいですかね。
で鷹の爪、これ一味唐辛子とか胡椒でもいいですし、お好みで。でこれにちょこっとお塩も入れましょう。塩少々いいと思います。じゃあ焼いていきましょう。もう簡単にできますんで、これ油引きます。何でもいいです。お好きな油を大さじ1ぐらいですかね。中火ですね。中火ぐらいで。じゃあ焼いていきましょう。じゃあいきます。鶏肉同士がなるべくくっつかないようにばらしていただいて焼いた方が火の通りがですね。ちなみにこれにんにくの匂いが苦手だという人はこれを一回レンチンしてもいいです。レンチンして温めてソースを作ってから絡めてもいいですし、僕はもう今回このままフライパンの中で味付けしますけども、最終的にはちょっと焼き色をつけてもらって香ばしく仕上げると美味しいと思います。結構小さな小学生ぐらいの子がもう動画見て作ってくれたりとかしてるんで、めちゃくちゃ嬉しいですね。ここから料理にはまってもらってね、将来的には料理人になるっていうきっかけを作れたらいいですね。あとお母さんのお手伝いとかしてあげるのもね、やっぱりいいですよね。お母さんお父さんのお手伝いを。これくっついてると結構火が入りづらいので、なるべく一個一個バラバラにしてもらうと火が入りやすいと思います。こんな感じにちょっと焼き目がつくと美味しいと思います。いい感じに焼き色ついてきましたね。である程度焼けてきたらフライパンの場所によっても火の入り方違うので、ちょっと焼けてるものは外側に出してあげてもいいと思います。じゃあここでソースを入れたいと思います。先ほどの合わせ調味料ですね。でこれで片栗粉が溶け出してとろみが出てスイートチリソースみたいな感じになりますんで、あとはもうニンニクの香りがちょっとマイルドになってきたら完成ですね。でこれで鶏肉が硬くなるのが嫌だという人は一回鶏肉だけ出してソースに煮詰めてもいいですし、こんな感じにとろみが片栗粉のおかげでいいんじゃないでしょうかね。こんな感じで完成ですね。盛り付けましょう。葉物を引いて、こうやって野菜入れることで野菜も取れますもんね。そうですね。あとソースも余すことなく食べれますね。でたっぷり残ったソースも上からかけましょう。こちらで鶏チリ完成しました。それではいただきます。スイートチリのピリッと甘くて辛い感じ、そしてニンニクも効いててトマトがいいですね。トマトケチャップが旨味を増してます。で繊維も結構残したんですけど硬すぎず、でも食べ応えちょっとあって、これはもう最高じゃないですか。繊維断ち切った方もちょっと食べてみましょう。いただきます。もう柔らか。全然違いますね。美味しい。これはお酒も進むし、ご飯のおかずにもなりますね。すっごく美味しい。簡単ですし、片栗粉でコーティングしてるんで中の水分も抜けきれてなくて、あとチリソースがまた水分になってるというかしっとり仕上がってます。というわけで今回は鶏チリを紹介しました。いいねと思ったら高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。
以上ババッとババご飯鶏チリ編でした。